皆さんこんにちは、ゆうです。最後に YouTube の動画を投稿したのが2週間以上前。本当に全然 YouTube の動画を投稿できていませんでした。時間経つのすごくあっという間だなと思って、自分の感覚ではまだ10日ぐらいかなっていうふうに思ってたんですけど、YouTube の自分の動画を見たら2週間前っていうふうに書いてあったので、全然投稿できてないなっていうふうに思いました。最近すごい日本が暑くて、なかなかね外で撮影するのがね難しくて、なので仕事の撮影もすごい溜まっちゃってて、本当にどうしようかなっていうふうに思ってます。実は投稿する予定だった動画を投稿していなくて、でその動画には姪っ子と会うのを楽しみにしているっていう風に話している動画だったんですけど、でその動画をね投稿してなかったんですよ。で姪っ子がいざ来るっていう日になった時に、姪っ子がねうちに来れなくなっちゃったんですよ。だからねすごく残念だったんですけど、ただ姉と僕の母親が家に来て、で一緒にね楽しい時間を過ごすことはできました。で鎌倉の小町通りとか、あとはねちょっと人気なお蕎麦屋さんに行ったりとか、朝食レストランでね食べたりとか、あれは確かイタリアンレストランだったと思うんだけど、あとは犬たちがねうちに遊びに来たのですごく賑やかでした。ただ金太はね多分結構迷惑してたんじゃないかなって思います。ただ金太もたまに母親の家に泊まりに行くことがあるので、お互い様かなと思いますけど、で金太実はねまたもうすぐ母親の家にだいたい4日間ぐらい5日間ぐらい泊まることになってます。なんでかっていうと、実は沖縄にね行くんですよ。沖縄にいろんな撮影しに行く予定なので、金太を母親に預けることになってます。でインスタグラムでねウェットスーツについてのアンケートを取ったんです。黒いウェットスーツと青いウェットスーツどっちがいいですかっていう風にインスタグラムのストーリーでねアンケートを取ったんですけど、だいたい6200人ぐらい回答してくれたんですよ。1日経った後にアンケートの結果を見たらねぴったり 50%50% っていう風に書いてあったんです。ただ正確には例えば3110に対して3115とか、そういうぐらいのすごいわずかな差はあったんですけど、でもほぼね 50%50% あったんですよ。こんなことってあるっていうふうに思ったんですけど、でも青に合ってるっていうふうに言ってくれた人もいたし、黒の方がシンプルでいいっていうふうに言ってくれた人もいたし、青いのを着ちゃうと海の中で海と同じ色になってしまって目立たなくなってしまうから危ないよっていう風に言っていた人もいれば、黒い色にしちゃうとサメとかがアザラシと勘違いして噛みついてくるよっていう風に言ってきた人もいたし、いろんな意見とかアドバイスをもらいながら、最終的に僕が選んだのは青色でした。青いのがね結構明るすぎず暗すぎずっていうような青で、ウェットスーツって大体みんな黒いの着ると思うんですけど、で僕は結構色をね洋服とかに色を取り入れるっていうのを少しずつ挑戦していきたいなと思っていて、もともと僕は黒い色とかグレーの色ばっかり着ていたので、少しね色をね取り入れたいなと思っていました。で青い服ってねあんまり着ないので、
なので、ウェットスーツも、青い方がすごい新鮮だなと思って、青いのね、挑戦してみました。で、実際青い方がね、なんかかっこよかったかなって思います。で、青いのに、ちょっとね、シルバーというか白いラインみたいなのが入ってて、ヘリーハンセンっていうメーカーのウェットスーツなんですけど、パタゴニアのウェットスーツはメイドインチャイナだったんですけど、ヘリーハンセンはメイドインジャパンだったんですよね。で、店員さんも耐久性については、ヘリーハンセンのメイドインジャパンの方がいいよっていう風に言っていたので、ヘリーハンセンの青いウェットスーツを買いました。なので、それを着て沖縄にね、行こうかなと思っています。ウェットスーツを着る理由の一つとして、クラゲとか、あとは日焼けについての防止、あとはなんか、その辺にね、ぶつかったりとかした時に傷もつきにくいのかなっていうふうに思うし、海ってフジツボあるじゃないですか。すごい危ないんですよ、フジツボって。実はこの前、伊豆じゃなくて逗子の方に行ったんですけど、で、そこで盛り土海岸っていうところで遊びに行ったんですけど、そこでね、サップしたんですよ。で、そこで、フジツボがね、あって結構危なかったんですけど、僕はね、怪我しなかったんですけど、フジツボ危ないので、注意してください。血まみれになりますよ。で、沖縄では、スキューバダイビングじゃなくて、シュノーケリングをしようかなと思っているのと、あとは野生生物を探したいなって思っているのと、あとはいろんなね、仕事の撮影をしようかなって思っているのと、ドローンの空撮もしたいし、あとはね、沖縄に行くのが小学生以来なんですよ。両親が離婚する前に小学生の時に、沖縄に行ったのが初めてで、それ以来行ってなかったので、なので、すごい楽しみだなって思っています。当時僕が小さい頃に、夜の海辺にね、ものすごい大きいヤドカリがいたんですよ。体が青くて、陸ヤドカリ違うな。オカヤドカリかな。オカヤドカリっていう名前のヤドカリがいたんですけど、で、それを小学2年生の時に見たのが最後で、だからね、大人になってからそのヤドカリをすごい見たいなって思ってて、すごい楽しみにしています。で、それを見かけたらね、皆さんにも見せたいなって思うんですけど、本当に楽しみです。あと、最近すごい思うのが、車が欲しいなと思っていて、今僕、皆さんご存知の通り、鎌倉に住んでいるんですけど、最近ね、なんか、以前にも増してね、撮影するときに、撮影機材が重いんですよ。なんでだろうねって思うんですけど、マクロ撮影するときにカメラスライダー使ったりとか、あと、三脚がね、ヘビーデューティーって言ってすごい重い三脚を使うようになったりとか、やっぱり重いカメラ機材を載せるためには、すごい重いものを載せられるだけの耐久性のある三脚を使わなければいけないから、その三脚がね、10キロぐらいあるんですよ。だからそれを持ち運んだりすると、本当にね、疲れるというか、体壊しちゃうんですよね。で、しかも、江ノ電っていう電車がね、中国人観光客とかがすごい多いので、なので、いつもね、満員電車なんですよ。で、その満員電車の中に撮影機材をたくさん持って入ることが本当に難しくて、なので、車がね、あったらいいなって思っていて、で、車があれば、いろんなところにね、遠くに行くこともできるから、すごい、いろんなところで撮影することもできるし、撮りたい映像とかもね、比較的撮りやすいし、で、コンテンツ制作にもね、すごい生きると思っていて、で、やっぱり車が必要なんじゃないかなって思うようになってきました。これがね、東京だったら、まあ電車でギリギリ行けるかなって思うんですけど、鎌倉に住んでると、車あった方がいいのかなって
思うんですよ。で、去年僕が鎌倉に住んでいた時は、家の目の前にね、駐車場があって、でその駐車場に、カーシェアっていうね、車をいつでも借りられるみたいなサービスを提供しているものがあったので、車を買う必要は正直なかったんですけど、ただ僕の家の周りにはそのカーシェアっていうのがないので、車をいつでも借りられるような状態ではなくて、でしかもカーシェアこの辺少ないから、ほとんどね、取れないんですよ、予約が。みんなカーシェア使いたくて予約の争奪戦。でしかも車はたった2台しかないみたいなね、そういう状況なので全然車が使えなくて。なので、車があった方がいいかなと思っています。でただ車ね、結構高いので、なので買うのは慎重にならなければいけないし、で僕はね、結構夢の車というか欲しい車があったんですけど、でそれは去年ね、北海道に行った時に乗った車、レンタルした車だったんですけど、それを買うのはね、非常に現実的ではないので、なので、そこまで高くない国産車で、それで荷物がね、たくさん入る、そういう車を買うべきなのかなって思っています。あともう一つ報告するとしたら、ちょっとまだね、不確定ではあるんですけど、いい関係のパートナーシップを結べそうな会社が出てくるかなって思っていて、でそれはすごい楽しみだなって思っています。で将来的にはね、その会社と提携することを通じて皆さんにお見せできるものも増えてくるのかなって思うし、で映像もね、面白いの撮れるようになったらいいなって思っています。あと、実は望遠レンズをね、買ったので、なので、日本に住んでいる野生生物だとか、鳥とかね、でそういうのを撮影するコンテンツっていうのもね、皆さんにお見せすることができたらいいなって思います。で皆さん知ってる人はいるかもしれないんですけど、僕が一番好きな動物っていうのは鳥なんですよ。なので、鳥をね、撮りたいと思っているのと、あと、可能であれば、来年、ちょっと今ライト1個消えちゃったのでね、明るさ変わっちゃったと思うんですけど、可能であれば、来年じゃなくて今年の冬ぐらいに北海道に行けたらいいなって思っていて、で北海道にはシマエナガっていう白い鳥がいるんですよ。ちょっとライトつけましょう。こんな感じでね、ちょっと、さっきのライトの色とは少し違うんですけど、ライトつけました。シマエナガっていう白い鳥がいるんですよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。で、そのね、鳥の写真を撮りたい。で、あとは、鹿とか、あとはね、キツネだね。北極のキツネ。北海道キツネ。北極キツネ。ちょっと名前忘れた。キツネがいるんですよ。で、去年北海道にね、5月に行った時にも野生のキツネがいて、彼らは本当に警戒心が強いので、車の中から見た時に、車を止めただけでね、ものすごい距離まで走って逃げちゃうっていうぐらい警戒心が高いので、かなり長距離で撮れる望遠レンズじゃないとなかなか厳しいかなって思っています。僕の撮った写真を僕の作るホームページで皆さんにね、販売して、皆さんがその写真を皆さんのお家に飾ることができたら本当に嬉しいなって思ってるので、そういう計画もあります。でただウェブサイトがね、ちょっと友達と一緒に作るっていう話をしてたんですけど、その友達も忙しいので、その友達ね、日本の結構大きな会社で働いてるんですけど、なのでちょっとウェブの制作が遅れてしまってるので、ちょっとどうなるのかっていうのはわからないんですけど、ただ写真は前もって撮ることはできるので、撮って準備しておきたいなと思っています。で、それがね、やっぱ今年できたらいいなって思う、結構大きなことかなって思ってるので、僕も楽しみだし、皆さんも楽しみにしてくれたらとても嬉しいです。とりあえずね、今日はこんな感じで動画終わろうと思うんですけど、沖縄のね、コンテンツとても楽しみにしてくれたら嬉しいです。僕めったに沖縄行かないので、なので皆さんにね、沖縄の景色見せるのがとても楽しみだし、僕自身もね、本当に楽しみにしています。なので、
楽しみにしてください。内容がね、あんまり詰まってない動画だったと思うんですけど、今回のビデオは終わりたいと思います。また次のビデオでお会いしましょう。ではまた。